はい、こんにちは。今回はプレイヤーでも使われているキャラクタームーブメントを使って階段みたいなところを落下してくるような敵を用意しようと思います。なんだかんだ言ってこのキャラクタームーブメントが一番触る機会が多いんじゃないかなと思います。で、グレイマンもこのキャラクタームーブメントで皆さん動かしてるかなっていう感じなので、みんな触っていく機能かなっていう感じです。で、まずフォルダの何もないところで右クリックをしてブループリントクラスを選んで、こっちのキャラクターを選んでもいいんですけど、 2D 用に作られたキャラクターのデータがあるので、ペーパーって検索するとこのペーパーキャラクターっていうのがキャラクターとペーパーキャラクターっていう形で、キャラクターの方は基本的には防音構造を持った 3D キャラクターを当てるのがメインの使い方で、こっちのペーパーキャラクターに関してはこの防音構造の 3D キャラクターの代わりにフリップブックをベースのキャラクターで構成していく作り方っていう感じのデータになります。どっちを使ってもっていうか、ペーパーキャラクターに対して後々その 3D キャラクターを後乗せでつけることもできるし、この 3D の方のキャラクターに対してフリップブックを後乗せでくっつけることもできるので、どっちかじゃなきゃいけないってこともないんですけど、とりあえずペーパーキャラクターを選びます。名前を、BP アンダーバーエネミーテイウォークキャラクターでいこうと思います。で、開いてデータを開いて、で、まず最初にこのスプライト、左上のスプライトの継承ってところに、これを触ると右の方のソースフリップブックっていうのがあるので、そこにある、今まで作ったそのフリップブックが出てくるので、このテイウォーク、01ウォークっていうのを選んだ状態で、拡大縮小を 2.5、Z の値を20くらいにします。これを右から確認してみると、だいたいこんな感じかなっていう感じです。で、このスプライトに対しては、このキャラクターメッシュでもあんまり関係ないんですけど、とりあえずノーコリジョンにしておきます。次にこのキャラクタームーブメントを選択した状態で、こっちのキャラクタームーブメントの設定を、まずマックスウォーク、このマックスウォークスピードっていう、これがちょっとゆっくりめで移動させようかと思うので100にします。最低限はここまでって感じなんですけど、ちょっとその後々修正する部分として、この Use Flat Base for Floor Checks、ここのチェックがあるかないかでちょっと動きが変わってくるっていうところと、あとはこれか、マックスステップハイト、ここの高さがちょっと45だとこの環境だと少し引っかかりがあるみたいなので、ここは後で変えます。で、あとこの 2D 系のキャラクターを作った時に、結構その衝突判定があるキャラクターで作ると、割とこの Y 軸に変な数字で Y 軸に弾かれることがあるので、それを避けるために Y に1っていうこのプレナームーブメントのコンストレイントゥプレーンにチェックを入れて Y に1っていうのを入れとくっていうのがキャラクターでのおまじないみたいなもんですね。ただこれをやっておくとその奥行きのある世界観ではちょっと使いにくくなるので、そういう場合は入れないでください。で、あとは今回このティックを使おうかなと思うので、一旦このティックはつけっぱなしでいいかなと思います。で、あとはタグ、アクターのタグ、この BPNMT のセルフを選んだ状態で、一番下の方にあるアクターのタグに一応エネミーと入れておきます。何かしらで使う機会があるような気がするので、エネミーと入れておきます。あとはこのカプセルのコリジョンをポーンからエネミーポーンに変えておきます。そこまで済んだらイベントグラフに移動して、今回ちょっとティックで動かそうかなという感じなので、ティック以外でどうやって動かすんだろうなっていう感じがあるので、まずこのティックを右にドラッグして、アドムーブメントインプット。で、あとは
このワールドディレクションのところに get フォワードアクターフォワードベクター get アクターフォワードベクターを差し込んで、こうすることでこの矢印方向、手が向いてる方向に、このマックスウォークスピードで設定されたスピードで、スケール 1×1 マックスウォークスピード ×1 っていう数値で横移動するっていう感じなので、とりあえずこれを一旦この状態でテストしてみたいと思います。ちょっとこの前回のホーミングのキャラクターはちょっともういいかなっていう感じなので、こっちのキャラクターをちょっと180度回転させてプレイしてみようと思います。とりあえずこう落下していきますよっていう感じなんですけど、これ通常そのキャラクタームーブメントを使っていると、ムーブトゥーっていうシンプルムーブトゥーとか、ムーブトゥーロケーションアクターとか、なんかこの辺をこう向かう先とコントローラー自分を指定したりして、これを指定することでここからプレイヤー側に移動するっていうのを簡単にしてできるんですけど、これもホーミングみたいな扱いのやつですけど、これを使うと経路探索みたいなこともできるので、そういう便利な機能だったりもするんですけど、これのあんまりこう今回にあんま適さないかなと思うのは、段差だったり少し急めの坂だったりっていうところの制御したいときにちょっと手間がかかるかなっていう感じがあるので、 2D ゲームの時に作りたい場合は、あんまり適してないんじゃないかなと思います。なのでとりあえずこの辺を使わないとなると、ティックで進行方向っていうのが僕が知ってる中ではこれがいいのかなと思ってるんですけど、この進行方向以外の方法もなんかこういう方がいいよっていうのがあったら教えてください。コメントお待ちしてます。で、ここまで確認したら、先ほどこのキャラクタームーブメントの修正したい場所っていう場所をちょっと触れたんで、そこをちょっと話そうかと思うんですけど、まずこの今こう通った時に見えたかどうかわかんないですけど、こうなんていうんですかね、こうカプセルの曲面に沿ってこうキャラクターが落下するっていう、落下っていうかずれ落ちていくっていう状態だったんですけど、そこをそういう感じではなく、この角張ったオブジェクトですよっていう指定をするのがこの Use Flat Base for Floor Checks っていう、このキャラクターがフラットベース形状を使用しているかのようにフロアチェックをしますっていう、言葉にすると分かりづらいんですけど、このカプセルがボックスのように判定しますよっていう処理ですね。ちょっと見てみましょうか。分かりにくいかな。そういうやつですって感じですね。で今あんまりこう気にならなかったんですけど、もうちょいあれですかね、ウォークスピードをちょっと仮に300くらいにすると引っかかるんじゃないかな。あれ引っかかんなかった引っかからないな。よいしょ。なんかこういうなんかこう端っこで引っかかることがあるので、この引っかかりを直す方法というか、特にこう何かのチェックがあるからっていうんではなく、このマックスステップハイトっていうキャラクターが上方向にどれくらいの段差を乗り換えられるかっていう数値がなんか45だとあんまり良くないみたいなんですよね。良くないっていうか、この環境下で45だと少しもう別に下がる時の数値じゃないんですけど、とりあえずここをなんかこう45ではなくもうちょっと小さい数値にしておくと、な
なぜかがいまいちわからないんですけど、この引っかかりがなくなるっていう現象があったので、なんで引っかかるのかがわかんないっていう場合は、ちょっとこの辺の数値を、マックスステップハイトをいじってあげると、もしかしたらその、いらない引っかかりが治るかもしれません。まあ、あと、よくあるのが、スライディングしようとすると、ここで引っかかることがあるんですけど、それの設定はここに、この、しゃがんでる時に引っかかるっていう設定があって、まあ、ここにチェックが入ってないと引っかかるっていう状態なので、なんだろう、スライディングしてなんか引っかかるなと思ったら、ここの can walk off leg 読めない。レジス when crouching クラウチング、まあ、ここが、まあ、スライディングの時にここにチェックが入ってないと、まあ、なんか引っかかるんですよね。引っかかって落ちないんですよね。まあ落ちたくない時はまあそうすればいいかなって感じなの。そのままでいいかなって感じなんですけど、落ちたい時はここにチェックがあります。まあ、とりあえずこの段差というか、まあその落下する時の引っかかり問題と、この辺の角っこの挙動を少し調整した状態で、とりあえずスピードをもうちょっとゆっくりでいこうかなっていう感じで、まあ、この状態で一旦なんか階段作ってみましょうかっていう感じで、ちょっとこのタイルマップをもう一回こう、なんかこんな感じのちょっと見たことあるかもしれない形にしてみようかと思います。で、まあ、これで階段のテストしてみましょうか。まあ、こんな感じの落下をしたい人がもしいたら、まあキャラクターで作ると楽なんじゃないかなっていう話をまあしようかなと思ってるんですけど、まああとは、まあ現状この定位の設定がこのティックのみなんですけど、まあこの辺全部設定していこうかなと思います。まあ、この定位も追っかける系統の敵にしようかなという感じで、このビギンプレイのところにタイマー。これは、まあ、ホーミングの時にやったのと一緒で、まあ、左右、右向くか左向くかっていうのを、まあ、判定したいなっていうだけなんですけど、0.5。まあ、プレイヤーがどこにいるかっていうのをカスタムイベントを追加して、フリップと、今回はローテーションなのでローテーション。今回はっていうか、まああれか。ホーミングの時もローテーションだったっけな。で、コンペア、フロートで、プラスだったらなんちゃらっていうのと、セットローテーション。セットアクターローテーションで、マイナスだったら180度回転させましょうっていうやつで、これだけだともう何やってんのかよくわかんないですけど、これの設定をゲットプレイヤー、ゲットプレイヤーのゲットロケーション、ゲットアクターロケーションからゲットアクターロケーションと、まあ、自分の居場所っていうのを、まあ、これはまあ今までも何回か出てきたと思うので、まあ、特に説明はしませんが、プレイヤーと自分がいる場所の引き算をして、まあ、ここの値が X の値がマイナスだったらプラスだったらみたいな、まあ、そういう分岐でっていう感じですかね。これ別にこっちに作ってもいいんですけど、なんかまあティックの処理は極力少なめの方がいいのかなっていう感じがあるので、とりあえず一旦こういう感じにしときます。と、これが一番上がビギンで、これがティックで、で、あとは今まで作ったこのフライホーミングの方からこのヒットイベントをもらってきて、でもう一個のこのインタープトゥーの方からこのダメージとデスをもらってこようかなと思うので、まあその前に変数を用意して HP と B デスの変数を出して HP を
フロートにして、コンパイル保存、HP を仮に3にしておきます。で、これを、この変数を設定した状態で、このフライホービングのヒットイベントをコピーして持ってきて、で、このヒットスフィアに関しては、ここにはスフィアがないので、ちょっとエラーの原因などで消して、このカプセルに対してヒットイベントを呼んできて、よいしょ。カプセルのアザーアクターからつないで、このですが、ちょっと後々増やすんですけど、一旦消しときます。少しだけ整理しましょうか。後でまた整理します。で、次に、これ横歩きのインタープ2の方の定義から、このダメージとデスをもらってきます。こっちに関しては、今回のやつも歩く方の定義なので、インタープ2の方から持ってきた方が、このダメージ処理だったり、歩くに切り替わるっていう設定が、こっちの方が近いので、こっちから持ってきます。で、こっちをダメージ設定して、この辺、あれですけどね、この、ある程度同じ仕組みで組む場合、このベースとなるやつを右クリックからコブループリントクラスを作成しますっていうのがあるので、これを作成しておくと、その変数を毎回作る必要がなくなったりとか、その関数を毎回使っているものを流用したりっていうのはできるんですけど、現状このどういう仕組みで作るかっていうのがまだ決まってないうちは、仮組みでバラバラでもいいんじゃないかなと思います。で、ある程度、作り方が固まってきたら、共通で持っていきたい部分なんかをまとめておいて、そこからコブループリントを作成ってすると、同じものを何回も呼び出さなくてもよくなるかなっていう感じなんですけど、あんまり固まってないうちにそうすると、ちょっと特殊なことをしたくなった時に、結局一から作ることになるので、ゲームの仕様次第っていう感じですね。仕様がある程度ほぼ決まってるんだとしたら、それに従ってコブループリントで作った方が、多分その方が処理も早くなるかなっていう感じなので、仕様が決まってるならその方がいいと思います。あとはもうこの読んできたものを全部エラーが出ないように、エラー入ってたですから新しいですに差し替えて、こっちも新しいですに差し替えて、あとはこのインタープトゥムーブメントのティックエナブルってやつは、これはコンポーネントティックの話なので、ちょっと今回ではなく、今回は通常のティックエナブル。これエナブルってイネイブルって言うんですね。今でもエナブルって呼んでしまいますけど。イネイブル。とりあえずこれが、このセットアクターティックイネイブルっていうのが、このティックをオンオフするっていうやつなので、ダメージを受けたら、この左右移動というか、この移動するっていうイベントを一時的にストップさせるっていうやつですね。で、これをこっちのインタープトゥムーブメントのティックエナブル、イネーブルのところにも、こっちも歩き始めるときにはチェックが入るっていう形でティックがオンになるっていう。で、こっちの死んだ場合ってやつですね。死んだらティックが止まるっていう。で、あとはこのフリップブックの設定は、いいのか。フリップブックは、
このスプライトで、このスプライトってあれですよね、このスプライトって名前なのに、スプライトを指定することができずに、フリップブックしか指定できないっていう、ちょっと、ね、名前の付け方が、なんかちょっと、って感じがしますよね。まあ、ちょっと最初引っかかるかもしれないですね。その辺のスプライトって書いてあるのに、フリップブックしか扱えないっていう。で、このフリップブック、インタープ2のどこから持ってきたやつだと、フリップブックなんですけど、そこをスプライトに変更していくっていう感じですね。で、あとはなんかエラーが出てますね。ヒットピンの実行ピンが、なるほど。ここのブレイクのヒットリザルトが入ってませんよっていう話ですね。これでいいかな。ちょっとここの一直線だけやっておきましょうか。一直線。これで、大体やりたいことは済んでいるような気がします。これで、落ちてきます。あとは、これが、プレイヤーが右に行ったら右を向いて、あとは踏んだら、っていうのと、普通に当たったら、って感じですかね。あとは、これも効くんだっけ。とりあえず、ここまで確認できれば、今回の、この、キャラクタームーブメントで動かそうっていう仕組みに関しては、こんな感じでいいかなと思うんですけど、これ、ティックって使っていいのっていう話題が、ちょこちょこ、特に初心者というか少し情報を探り始めた頃に、ティックは使うべきではないっていう話を見る機会があると思うんで、この辺、ちょっとティックって何なのみたいな話を、次回、このティックは本当に使っちゃいけないのかっていうところで、ティックは使ってもいいのかどうかっていうところを、使っていいかどうかに関しては本当にその、チームの方針みたいなものもあるような気がしますけど、このティックを使ってはいけないって言われた場合どうしたらいいかっていう方法だったり、このティック使わなきゃいいのかっていうと、このプロジェクタイルムーブメントっていうのは、ティックイネイブルで切ったりつけたりってしてるんですけど、このプロジェクタイルムーブメントも、これを使ってたらもうティックを使ってるっていうことなので一緒だったり、このインタープトゥムーブメントも、このティックエナブルを切ったりつけたりしてるっていう形で、これもこのティックと全く一緒ではないんですけど、ただマイフレーム実行されるものっていうことで、ティックかどうかで言えば確実にティックですっていう話ですよね。なんで、インタープトゥを使ってるから、使って、ティックを使ってないから、ティックを使ってないっていうかこれを使ってないからといって、ティックを使ってませんと言えるかどうかっていうところに関しては、どうでしょうかっていうような感じの部分を含め、いろいろ、これからですね。ある程度こうしようかなっていう話は考えてるんですけど、詳しく調べるのはこれからっていう形なので、これから詳しく調べるって考えるので、動画にするのはちょっと遅くなるかもしれません。ちょっと忘れてました。この、やる必要があるかどうかは微妙ですけど、このブループリント、レベルブループリント上で、この定義をスポーンさせて発生させる方法もとりあえずちょっと今回やっとこうかなと思います。ターゲット。ターゲットポイントをドラッグして、これをここから定義を発生させようと思います。で、レベルブループリントを開いて、なんか前のが残ってんの。よいしょ。
で、このレベルブループリント上でターゲットをクリックしてる状態で、このリファレンスを作成ってやって、ここにタイマーイベント、セットタイマーバイイベントを呼んできて、で、イベントから CUS、カスタムイベントを選択で、ここで、スポーンテイっていう形で、ちょっとテイを生成しようと思います。で、ここで、クラスからアクターをスポーンしますっていうのを、このターゲットから発生させるって形で、ここにトランスフォーム、ゲットアクタートランスフォームから、このオレンジにつなげて、で、このクラスを設定でこのウォークキャラクター。で、ちょっとこの状態だとエラーが出るんですけど、一旦このエラーが出る状態を見てみようと思います。ここタイムが 0.5、ルーピングにチェックが入ってなかったっていう。ちょっとこれを見てみましょう。で、ここで発生するんですけど、落下するはずが落下しないっていう形で、このキャラクタームーブメントを使うと、その AI っていうかコントローラーがないと、コントローラーがないとっていう話も全くこれまでしてないので、なんのこっちゃっていう話なんですけど、他のプロジェクタイルとか、インタープトゥーとかの時には、発生させたら、その場で動くんですけど、このキャラクタームーブメントっていうのは、この状態だとちょっと情報不足で動かなくて、でここにこのリターンバリューってところに、デフォルトコントローラー、このスポーンデフォルトコントローラーっていうのをセットすると、これもおまじない的なあれですけど、とりあえずこれを入れておくことで、デフォルトのコントローラーが当たるっていう扱いになって、デフォルトのコントローラーってなんだよっていう感じですけど、これをセットすることで、指定の動きをし始めるっていう感じなんですよね。よいしょ。で、通常、ゲームとして作る場合、あんまりここに直置きっていう形にする機会ってミニゲームだとやると思うんですけど、少し規模感が大きくなってくると、っていうか画面外にキャラクターをそのまま置いとくっていうのはあんまり、基本的に画面外にあるときはあんまりあったとしても、描画に影響がないので、問題にはあんまりならないんですけど、ただ消しといた方がいいなっていう、どうなんだろう。消さなくていいのかな。でも、消しといた方が、いいだろうという、個人的な感覚で、敵を発生させるときは、コリジョンかなんかを用意しといて、ここに触れたら発生させるみたいな形にする機会が多いんじゃないかなと思うので、こういうスポーンオブジェクトっていうのを、レベルでやったら簡単なんですけど、汎用的なものをブループリント上で作ってもいいんじゃないかなと思います。って感じですかね。ちょっとこの、スポーンさせる、敵をスポーンさせるっていうところが、キャラクタームーブメントを使ってると、ちょっと問題が起こりやすい。問題っていうか知らないと、このデフォルトコントローラーっていうのが当たらなくなるので、というか、デフォルトコントローラーがないと動かないっていうのがハマるかもしれないので、お気をつけくださいって感じですね。キャラクタームーブメントで作る場合の注意点です。って感じですね。こんな感じで次回はティックってなんぞやっていう感じでやっていこうと思います。次回もよろしくお願いします。